どうもきみまろです、そろそろ梅雨シーズンということで今日は雨対策グッズをいろいろ紹介しようかと思います。こんなご時世ですし雨の日はねおとなしく家で過ごしてもいいんですけども、どうしても出かけなきゃいけない用があったりとかでそうもねいかない方も多いかと思いますので、雨の日を快適に過ごすグッズっていうのを紹介しようと思います。梅雨対策グッズですね。なので雨の日とかあとは雨が降りそうな日とかそういった時にね役立てる情報をお届けできればと思います。じゃあまずは早速なんですけども足元から紹介していきましょう。雨対策グッズ、まずシューズはこちら。これはですね無印良品の防水シート使いスニーカーというものですね。正式名称はかかとの衝撃を吸収する防水シート使いスニーカーというものです。長いですね。で色はブラックです。ご覧の通りすごいシンプルな作りになっていまして、で靴下みたいな感じで履けるスニーカーです。ここがねこういう風にストレッチになってて靴下みたいに履くスニーカーです。これねとても履きやすいですし、あとねしっかり足を包み込んでくれてねほんと脱げにくいんですよね。厚手の靴下を履いてるような感じです。でソールはこんな感じです。でこの表面のこの内側に多分防水シートっていうのが挟み込まれていて雨をね弾いてくれるんですよね。ちょっとね試しに今下にバケツ実は置いてるんでここで水を実際かけてみようと思うんですけど、ここにかけますとこんな感じで水をね完全に弾いてくれてるんですよね。もう乾いてるというか水をそもそも吸い込んでないという感じですね。こんな感じで結構ね水をしっかり弾いてくれるので、スニーカーを直接濡らしてしまっても靴下が全然濡れないと、そんな感じになってます。これは完全防水というわけではないんですけども、雨の日に歩いたり水たまりに入ってしまったりしても靴の中にね浸水してくるってことはないので、もうこのようにねもう靴下も全然濡れません。あとこちらは商品名にかかとの衝撃を吸収するって書いちゃうくらいなんで、もうめちゃめちゃ歩きやすくて疲れにくいです。かなりねクッションが効くソールになってますので、なのでね雨の日でも快適に歩けます。もちろんね雨が降ってない時に履いてもいいと思います。あと防水シートを中に使ってるとはいえあんまりね足がすごい蒸れるっていうような印象もなかったので、晴れてる日にね使っていて、ゲリラ豪雨対策っていうのでね履くっていうのもね全然ありだと思います。こういった雨を気にせず快適に歩ける防水シート使いスニーカー、これねおすすめです。無印良品にはこの他にも撥水スニーカーとかいろいろあったので興味のある方はチェックしてみてください。はい、まず足元はこんな感じで、あとは雨が降ってる時に傘を差していても濡れやすいのはねこのパンツだと思うんですよね。でこちらのパンツも撥水パンツになってまして、こちらは無印良品の撥水ストレッチチノテーパードパンツというもので、これもねすごいいいんですよ。これも表面が撥水加工されていて雨をね弾いてくれます。これもやってみましょうか。ここに水をちょっとかけてみます。完全に水弾いてくれるし全然中に染み込まないです。こんな感じでね撥水性の高いパンツです。でこちらは生地は薄手のストレッチ性のある生地になってるので非常にね履きやすくて軽いし歩きやすいです。結構軽いですね。あと表面にさっきのように水がちょっとついたとしても速乾性が高いので足にジメッとくっつくことっていうのもね少なくてね履き心地がかなりいいです。雨の日に濡れたパンツが足にペタッとくっつくのってすごい嫌じゃないですか。不快な感じっていうのがねこれではなくなります。しかもこれ2990円でねめちゃめちゃ安いんですよ。で有名なアウトレットブランドの防水パンツとかだと2万円近いものとかもある中でこの価格はねかなり買いだと思います。形もねテーパードなのでシルエットもとても綺麗です。僕はくるぶしが出るぐらいのくぶ丈で履きたかったので裾上げしてもらってもよかったんですけどね、ロールアップで使おうかなと思ってちょっとねロールアップして使ってます。はい、そういうわけで雨の日はねこういうパンツも気遣っとくといいかもしれないですね。雨の日は折りたたみ傘とかじゃなくてもちゃんとした傘を差していくと思うので、濡れる心配があるのはこう足元とあとこういうねパンツの裾ぐらいだと思うんですけど、僕ね傘差すのがあんまり得意じゃないって恥ずかしいんですけど、なんか傘ね差すのがあんまり上手じゃなくてちゃんと差してるつもりなのにリュックとか背中がびしょびしょになってるってことが結構あって、そんな感じなのでリュックも撥水加工がされたものをちゃんと使ってます。でこれはね以前バッグの中身紹介動画でも紹介しましたけども、こちらですねアークテリックスのグランビルジップ16バックパックですね。
これも表面が撥水加工されていて軽くてね、容量も十分で、もう雨の日もね安心して使ってます。実際これ雨の日以外も外出するときはね、ほぼ毎日これを使ってます。で、表面はしっかり撥水加工がされていて、でこれはジッパーも特徴的で、こうちょっとビニールが貼られたような感じになってると思うんですけど、こちらがウォータータイトジッパーと呼ばれる止水ジッパーになってるんで、こう閉めておけばここから雨が浸水してしまうってこともないです。僕外出するときはリュックの中にカメラとかレンズとかね入れて出歩くことも多いので、そういった意味でもね、中に水が入ってこない、こういうのはね安心です。でこのアークテリクスは撥水加工とかこのウォータータイトジッパーを使ったパーカーとかもね出しているので、雨の日に傘もささずに出かけたいとかね、そういった方はそちらをね選んでみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。一応両方とも概要欄にリンクも貼っておきます。これであればね、こう傘を差していても背中が濡れてしまう僕でもですね、リュックとかリュックの中を濡らさずに済むという、そういったバッグですね。これもめちゃめちゃ助かってます。そんなねアークテリクスのグランビルジップ16リットル入るバッグと、あとはですね、これも何度か紹介してますけど、ここにつけてるのがこちらのクリッパですね。実はねこれも雨の日に役立つんですよ。でこれはバックハンガーなんで、リュックのここにつけて、でテーブルの縁とかにこれをかけて床に直接置かなくてよくなるっていうやつなんですけども、雨の日は特に床に直接荷物を置きたくないですし、荷物ケースを貸してくれるお店とかっていうのもありますけども、雨の日だとね他の方が使った後なので荷物ケース自体がね濡れてしまってるってこともよくあるので、なので僕はこうテーブルにかけて吊るしておけるバックハンガーっていうのをね使ってます。もちろんね雨の日じゃなくても中華屋さんの王将とかああいう床がオイリーなお店でも安心です。大きいバッグとかリュックを持っていくときはねこれおすすめです。こちらのクリッパですね。僕が使ってるのはクリッパ2の艶消しブラックシルバーというものです。あとこれよく聞かれるんですけど、これはハンドウォッシュですね。イソップのハンドウォッシュ、そういったバッグの中身紹介っていうのはね別の動画で紹介してますので、リンクを貼っておきますので、よろしければそちらご覧いただければと思います。でも結構今のはこう荷物をしっかり入れていく時ですけども、雨の日にちょっとそこまでって時はね、こちらの無印良品の撥水サコッシュ、これもねよく使ってます。ちょっとした財布とか小物とか入れて出かけるにはね、もうこれで十分だと思います。でこちらのサコッシュの中身何入れて持ち歩いてるかとかっていうのも以前紹介してますので、よろしければそちらの動画もご覧いただければと思います。ここまでは雨が降ってる時の対策っていうのを紹介しましたけど、出かける時は降ってないけど、もしかしたら出かけた後に雨降られるかもしれないって日もあると思うんですけども、そんな日の対策としてはこちらですかね。これも何度も紹介していますが、モンベルの折りたたみ傘のトラベルアンブレラです。もう超軽用の折りたたみ傘です。これをバッグの中に入れて突然の雨とかゲリラ豪雨とかっていうのから逃れるようにしています。超軽量で 86g なんですよね。 iPhone の半分ぐらいの重さ、めちゃめちゃ軽いので、バッグに入れていても重さっていうのを感じないですし、雨が降るか降らないかわからない日でも外出する時には必ずねこれをバッグに入れて持ち歩いています。で広げると88センチあるので、通常の雨の降り方だったら、サイズ的にも問題ないんじゃないかなと思います。あんまりね暴風とかになってくると、もうこれ自体の耐久性もそこまでは強いわけではないので、ちょっと危険かもしれないんですけど、普通の降雨量であれば問題ないんじゃないかなと思います。こちらの軽いですけどね折りたたみ傘、これはバッグに入れておくことで、雨が降りそうな日も安心なんじゃないかなと思います。あとは雨が降るかもしれないけど、お気に入りの靴を履いて出かけたいとかっていう時はこちらですね、防水スプレー、これを振っておくと安心なんじゃないかなと思います。こちらはクレッププロテクトの防水スプレーですね。これを使ってる人もね結構見るんですけど、この前も YouTube で川島さんもこれ紹介してましたね。僕はねこれを振っておいたスニーカーで出かけています。スニーカー好きの間ではねもう定番の防水スプレーですね。これをねスニーカーに吹きかけてよく乾かしたら、雨とかね泥汚れから守ってくれます。吹きかける前にスニーカーをきれいにしておく必要があるんですけど、スニーカーをきれいにする動画も僕結構前に出してるので、よかったら参考にしていただけると嬉しいです。そちらもねリンク貼っておきます。出かける時に晴れてるからって言って、せっかくお気に入りの靴を履いて出かけても、その靴がねゲリラ豪雨とかでびしょびしょになってしまったり汚れてしまったら本当悲しいので、こういった防水スプレーっていうのもこの時期欠かせないんじゃないかなと思います。本当梅雨の時期は雨雲が不安定になるので、急に雨が降ってくることもあるんで、こういった対策必須だと思います。
あとはさっきまで降ってなかったのに急にゲリラ豪雨に遭いましたとか、そういう時もあると思うんですけど、もうねそれで体がずぶ濡れになってしまったら、まずはね髪とか体を拭きたくなると思うんですが、僕はねこちらのポケットタオルをバッグに入れています。こちらが C2 サミットのポケットタオルのサイズは S サイズですね。これは中にこうタオルが入っていて、ちょっと畳み方汚いですけども、これねマイクロファイバータオルなんですね。広げると S サイズでもこれぐらいのサイズで、これが 80×40 なんですね。80センチ ×40 センチ。これぐらいのサイズだったらね、もう頭とか体を拭く分にはね、もう十分なんじゃないかなと思います。マイクロファイバータオルなので吸水力がすごいのと、割とすぐ乾くのもね、これ嬉しいんですよね。こういう風にくしゃっと丸めて、この中にこうしまって、こういう風に簡単にまとめることができます。重さも 80g とね超軽量なので持ち運びやすいですし、急な雨に降られたら風邪をひく前にまずこれで体を拭きましょうということで、こういったねポケットタオル、これもね持っておくといいんじゃないかなと思います。あと雨対策として僕が普段から頼りにして使ってるのがアプリですね。 Yahoo 天気の雨雲レーダーです。これほんとかなり精度が高くて、位置情報を見ながらあと何分後に雨が降るかっていうのをちゃんと教えてくれるので、これで出かける前に見ておいてもいいですし、急な雨に見舞われてもあとどれぐらいで雨雲が去っていくかっていうのもわかるので、ゲリラ豪雨とかにあってもね、とりあえず雨宿りしておいて、で雨雲が何分後に去るっていうのを見計らってそのタイミングで移動するとか、そういった使い方ができます。なのでねこれ使うようになって本当ゲリラ豪雨に遭ってしまうってこともなくなりましたし、なんとなくねこう雨雲が怪しいなっていうのは見ればわかると思うんですけど、実際あと何分後に降るとかっていうのはね意外と読めなかったりするので、そういった時はねこれすごい助かります。はい、Yahoo 天気の雨雲レーダー、これねかなりおすすめです。はい、こんな感じで備えがあればね雨の日も対策できると思います。そういったわけで今日は雨の日を快適に過ごすグッズを紹介してみました。もしこの動画が参考になったと思った方はぜひグッドボタンをお願いいたします。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。